皆さんはライブ 2D でイラストを動かしたことはありますか？キャラクターに瞬きをさせたり口を動かしたりすると、まるでそこにキャラクターが生きているような印象を受けますよね。この動画ではあいうえおの口の作り方について解説していきます。ライブ 2D の基本をサクッと学べる内容になっているので、気軽にチャレンジしてみてください。今回紹介する作り方は VTuber モデルの場合でも使用できるので、カメラを持っている方はにじまライブで動かしてみてくださいね。この動画で使用するライブ 2D キュビズムエディターは42日間お試しできるトライアル版や無料で使えるフリー版もありますので、ライブ 2D に初めて挑戦する方も概要欄からダウンロードして一緒に口の動きを作ってみましょう。まずは配布データのマオ口開閉の作り方、インポート PSD を Photoshop またはクリップスタジオペイントで開き、口の素材を確認しましょう。ライブ 2D ではイラストをパーツごとに細かく分けることで 2D のイラストを立体的に表現します。今回は口の素材のみ細かく素材分けしました。あなたのオリジナルキャラクターで作る際も同じように素材分けしてみてください。口の動き見本のフォルダにはそれぞれの口の形をした見本が入っています。口の動きを作る際にライブ 2D 上で下絵として使用します。素材の確認ができたらライブ 2D キュビズムエディターを起動して PSD データをドラッグ&ドロップしてください。解像度は2分の1プレビューで進めるので、そのまま OK を押します。口の素材がはみ出ていると思うのでクリッピングマスクを設定しましょう。左上のパレットから上歯、下歯、下を選択し、クリッピング欄から口内をクリックします。これでクリッピングを設定した素材が口内からはみ出なくなりました。画面上部のファイルメニューから保存をクリックし、ファイル名をマオ口開閉の作り方に変更して保存しましょう。コントロールプラス S でも保存ができるので、こまめに行うことをおすすめします。また、この動画で使用するモデルの完成データも配布しているので、見本として参考にしてみてください。それでは、メッシュ割りをしてモデリングできる状態にしましょう。メッシュ割りとは、動きをつける際に必要な頂点と線で構成された三角形の集合を作成することです。このメッシュ割りされた状態をアートメッシュと呼びます。メッシュ割りをすることで1枚のイラストを滑らかに動かすことができるという仕組みです。それではメッシュ割りを始めます。左上のパレットから上口を選択、F を押して画面中央に表示しましょう。画面上部のメッシュの手動編集をクリックしてメッシュ編集モードに切り替えます。自動で4つの点が打たれているので、コントロールプラス A で選択、デリートで削除します。次にツール詳細パレットからストロークによるメッシュ割りを選択します。上口の線画部分をなぞるように線を引いて離してください。すると細長いメッシュが自動生成されました。もう一度引き直したい場合はデリートで削除できます。ツール詳細パレットのメッシュ割り設定で形を調整しましょう。上の項目から8、5、3と変更してください。緑色の丸を動かすと形に沿わせることができるので、メッシュの中央の点が線画部分の中心に来るように調整します。緑色の丸はクリックで追加できるので、なるべく綺麗な湾曲になるように調整してください。調整が終わったら編集中のストロークの確定をクリックします。次にツール詳細パレットから頂点の追加を選択します。線画部分のメッシュの端をクリックし、そのまま肌色部分の外側を囲うように頂点を打っていきます。頂点を打つ間隔はなるべく均等になるようにしましょう。次に肌色部分の内側に頂点を打っていきます。外側に打った頂点のちょうど間に打つようにするときれいに囲えます。打ち終えたらツール詳細パレットの自動接続をクリックしてください。これで上口のメッシュ割りは完了です。
画面上部のチェックマークをクリックしてメッシュ編集モードを終了しましょう。では下口も同じようにメッシュ割りしていきます。線画部分は上口と同じ形状にしたいので、上口を選択してからコントロールプラス C を押します。下口を選択し、メッシュ編集モードに切り替えてメッシュを削除してください。コントロールプラス V を押すと、先ほどコピーした上口のメッシュを複製できました。肌色の部分は割り直す必要があるので、ツール詳細パレットの頂点とエッジの削除を使って削除します。肌色部分は配布データの完成したモデルと比較しつつ調整しましょう。次に上場をメッシュ割りします。ツール詳細パレットのストロークによるメッシュ割りを選択して、なぞるようにメッシュを生成してください。メッシュ割り設定は画面の数値に変更しましょう。メッシュを素材の形状に沿うように調整します。調整できたら、編集中のストロークの確定をクリックし、メッシュ編集モードを終了してください。では下場も同じようにメッシュ割りしましょう。下と甲内にはメッシュの自動生成を使用します。左上のパレットから下と甲内を2つ選択し、画面上部のメッシュの自動生成をクリック。プリセットから標準を選択します。メッシュの形状がいびつになる場合もあるので、メッシュ編集モードでなるべく正三角形に近くなるように調整してください。以上でメッシュ割りは完了です。ここから口の動きを作っていきますが、その前に完成したパラメータと口の動きをお見せします。パラメータとはキャラクターを動かす際に必要なものです。パラメータ上にあるキーと呼ばれる丸い点にはオブジェクトの形状が記録されていて、キーの間を移動することでこのように口の動きを表現することができます。ではパラメータを用いて口の動きを作っていきましょう。関係ないものを選んでしまわないよう、左上のパレットにある南京錠をクリックした後、口のフォルダのみロックを解除してください。次に口変形と口開閉のパラメータにキーを打ちます。オルトキーを押しながら口をクリックし、フォルダ内のすべてのアートメッシュを選択します。左下のパラメータパレットから口変形と口開閉を2つ選択し、パレット上部のキーの3点追加をクリックします。中央と両端に緑のキーが表示されていれば OK です。キーを赤く囲っている状態が現在選択されているキーを表しています。では口変形から作っていきます。微笑んでいる状態をデフォルトの 0.0 として、マイナス 1.0 で起こった口、1.0 でさらに笑った口の形状にしましょう。まずはマイナス 1.0 の形状を作っていくので、口変形の左端を選択してください。パラメータの右横にある数値がマイナス 1.0 になっていれば OK です。見本を参考にしながら作っていくので、表示した後不透明度を 50% くらいに下げましょう。少し見えにくいので、上口以外は一旦非表示にしておきましょう。そのまま上口を選択し、画面上部の変形パスツールをクリックします。線画部分に5点パスを打っていき、そのまま肌色部分にも5点くらいパスを打ちましょう。矢印ツールに戻してパスを動かすと、このように変形できます。少しすぼめるような感じで横幅を縮めてください。変形させるときはなるべく左右対称になるように意識しましょう。まとめて変形したいときは画面上部の変形ブラシツールがおすすめです。 B を押しながらドラッグするとブラシのサイズを変更できるので、お好みで調整してください。あ
る程度形が作れたら下絵を非表示にして細かく調整します。変形した後のメッシュの形状がいびつになっていると動かした時の繊維がきれいにならないこともあるので、矢印ツールで調整してください。変形パスは編集レベルを1にすると一時的に非表示になります。メッシュも非表示にしたい場合は表示メニューから選択状態を隠すをクリックすると非表示にできます。戻したいときは右下をクリックしましょう。では下口にも同じようにパスを打って変形します。上口と下口の線画部分が重なるように調整してください。パラメータを動かしてみて上口と下口がずれていないか確認できたら OK です。次はプラス 1.0 のキーに笑った口を作っていくので右端を選択しましょう。左上のパレットから上口を選択し口端を少し上げて横に伸びるようなイメージで変形します。下口も同じように変形しパラメータを動かしてずれていないか確認しましょう。最後に口内を表示しプラス 1.0 とマイナス 1.0 ではみ出ていないか確認します。はみ出ている場合は赤い枠の隅にカーソルを合わせてオルトを押しながら肌色部分に隠れるように調整してください。以上で口変形の動き付けは完了です。次はあいうえおの口を作っていきます。パラメータパレットのこのマークを押すと下のパラメータと結合できるので口変形と口開閉を結合してください。まずはあの口から作ります。見本を参考にしながら作っていくので表示した後不透明度を 50% くらいに下げましょう。口の素材は一旦上口のみ表示しパラメータは中央一番上のキーを選択します。中央の赤い点にカーソルを合わせてシフトを押しながらこの辺りまで移動させましょう。矢印ツールや変形ブラシツールで調整していきます。変形させるときはなるべく左右対称になるように意識しましょう。変形した後のメッシュの形状がいびつになっていると動かした時の繊維がきれいにならないこともあるので矢印ツールで調整してください。では下口も同じように変形していきます。上口とのつなぎ目が途切れないように調整してください。次に非表示になっている口の素材をすべて表示します。口内がはみ出ていたらオルトで調整してください。見本を参考に上歯と下を移動させ下歯は見えないように下へ移動させます。これであーの口が完成しました。次は
E の口を作るのでパラメータは右端の中央を選択します。見本を参考に上口、下口を変形しましょう。変形させるときはなるべく左右対称になるように意識しましょう。上口と下口のつなぎ目が途切れないように調整してください。上歯、下歯を移動させ、舌と口内はそのままにしておきます。パラメータを動かしてみて変形の繊維がきれいになっていれば OK です。次はうの口を作るのでパラメータは左端の中央を選択します。線画部分をすぼめるような感じで縮めます。見本を参考に上歯を移動させ、口の幅に合わせて変形しましょう。赤い枠の辺にカーソルを合わせてオルトを押しながらこの辺りまで縮めます。下歯は見えないように移動させつつ同じように縮めておきます。O の口も同じ要領で調整していきます。パラメータは左上を選択します。次は A の口を作るのでパラメータは中央を選択します。見本を参考にそれぞれの素材を変形しましょう。なるべく左右対称になるように上口と下口のつなぎ目が途切れないように調整してください。最後に R の口をさらに大きくした形状を作ります。パラメータは右上を選択しましょう。見本を参考に調整していきます。パラメータを動かして変形の繊維がおかしくなっている部分がないか確認します。おかしい部分があればそれぞれのキーを調整しましょう。お疲れ様です。これで口の動きが完成しました。ではモーションシンクという機能を使ってキャラクターを喋らせてみましょう。モデリングメニューのパラメータからモーションシンク設定をクリックします。表示されたダイアログの設定項目から追加をクリックし、設定名に口の動きと入力します。その他の項目は画面と同じ設定にして OK を押してください。サンプルレートを50に変更しましょう。ダイアログの上部にある音声をロードをクリックし、配布データの音声ファイルを選択します。右横にある再生ボタンをクリックすると音声に合わせて口の動きを表現してくれます。皆さんはライブ 2D でイラストを動かしたことはありますか？音声ファイルは WAV 形式であれば読み込みができるので、音声ファイルをお持ちの方はぜひ試してみてください。
画面右下にあるこちらのアイコンをクリックすると、パラメータにつけた動きをランダムで再生してくれます。こちらも簡単にモデルの動きを確認できるのでおすすめの機能です。また今回は説明を省きましたが、口の動きに合わせて顎も動かすとより魅力的に見えるので、ぜひチャレンジしてみてください。他にも様々な動きを作ることでより生き生きとしたモデルに仕上げることができます。今回配布データを使用しながら学んだ方は、ぜひ自分のキャラクターでも同じ手順で作成してみてください。